こんにちは。今回はこんな感じのですね、キラキラしたバッグなんですけど、ちょっと遊び感覚で楽しいバッグを編んでみました。編み方はもうシンプルでとても簡単なんです。で、使用した糸ですけど、こちらのキラリという糸になります。はい、多分去年かな、キャンドゥさんかなんかでちょっと何かを編もうと思って1個だけ買ってて、そのままになってるこの糸なんです。はい、これを使って編んでいきます。カラーナンバーは4、キラリシルバーということで、ポリエステル 100%、 25g 玉巻きの80メートルです。おすすめのかぎ針は5号から6号となっておりますが、もう一種類合わせて7号で編んでいこうと思います。もう一種類がこちらのダイソーさんのレースヤーンです。レース糸ラメ、ホワイトシルバー、カラーナンバーは19です。はい、材質は綿 97%、 ポリエステル 3%。 はい、ですね、20g 玉巻きの80メートルですね。だからちょうど同じ長さになりますけど、ちょっと何かを編んでいるので全部はない、80メートルはないと思います。これを使って2本で引き揃えて編んでいきます。こちらもね、ラメが入っていて綺麗な糸になります。ではこの2本をですね、引き揃えて7号のかぎ針でくるっと巻いて糸をかけて引き抜きます。鎖編みです。はい、これをですね、31目ですかね。はい、これを3の倍数足す1で調整はできます。そしてこれをこう編んでいったのを横にしてバッグを作ります。はい、31目編みましたので、長さを測ってみます。20センチぐらいですね。まあでも編んだらこれよりちょっと短くなるので、バッグの深さが20センチ弱ぐらいということになります。鎖編みがこんな感じになりますね。1段目です。鎖編み3目で立ち上がり、もう2つ鎖編みをします。はい、5目この編んだ鎖編みの前の目が土台の目になるので、それが6で、7、8と2つ開けて9つ目の鎖の裏山に針を入れて長編み、そして鎖編みを2つ、そして鎖編みを2つ飛ばして次の鎖編みの裏山の目ですね。はい、目立ての鎖編み2つ飛ばして3つ目の裏山の目に針を入れて長編みで、また鎖を2つして目立ての鎖2目飛ばして次の裏山の目に針を入れて長編み。はい、もう方眼編みですね。この編み方で編んでいきます。はい、鎖編み2つ飛ばして3つ目の鎖の裏山に長編み。はい、これで1段目端まで編んでいきます。
最後のところです。長編みをして鎖2つして一番最後の目に、裏山ですね、そこに針を入れて長編みです。はい、そして次2段目ですね。鎖編み3つで立ち上がり、また鎖を2つして、そして前段のですね長編みの頭の目、そこに針を入れて長編み、鎖編みを2つして前段の長編みの頭の目ですね、ここに針を入れて長編み、はい、鎖編みを2つ前段の長編みの頭に長編み、方眼編みです。はい、ちょっとこんな感じになりますね。はい、キラキラしてて可愛いです。ちょっとこうシャリシャリしてる感じです。直接肌にこう触るわけではないのでいいかなと思います。可愛いかなと思います。2段目最後のところになります。端まで来ました。で、前段の鎖3目の立ち上がりの鎖3目のとこですね、そこに針を入れて、はい、長編みを編みます。はい、これで2段目も終わり、この繰り返しで編んでいきます。ちょっと長さを測ってみると18センチありました。糸は切らずにそのまま残しています。32段編んできました。で、この編み始めの糸が左下に来ているので、こちら側が表面になります。なので折ってですね、中表にしてこのバッグの、横と底を閉じていきます。はい、これ今上下が逆に逆さまに置いている状態になります。はい、そして、一応ちょっと32段編んだので、ここから12345678910111213141516ですね。32段なので、はい、16、そして10段ですかね、高さは。はい、深さは 10段ですね。格子編みなので分かりやすいです。閉じていきます。1本レースヤン1本だけで閉じていきます。底になる部分の一番端ですね、一番端の長編み、角の長編みの目のあたりです。一番端の目を両面なので4本になりますかね。4本取って引き抜いてちょっと締めますね。そして同じところにもう一つ細編みを編んで、はい、こちらが裏側の面になるので、次の目ですね、次の目の2本糸2本のところですね、鎖編みっていうか目のですね、はい、そこに針を入れて、はい、長編みのところ、だいたい長編みのところで合わせながら
合わせながら確認しながらですね。はい、なんか取りやすいところを取っていいと思うんですけど、細編みを編む形で閉じ合わせていくので、だいたいこの長編みのところで確認する感じでですね、鎖編みの立ち上がりの目と長編みの目になるのでですね、そこで2目とか1目とかですね、だいたい取っていって長編みのところで合わせるという感じでいいと思います。はい、一応底になるのでですね、あまり間を空けずに細編みを編みながら閉じていくという閉じ方で閉じていきます。バック底の端のところまで閉じてきました。レースヤーンだけになったらやっぱりちょっと目立ちますけど、裏側なのでしっかり閉じた方がいいと思います。はい、そして今度は横の部分ですね。横の部分も同じように編みながら細編みを編みながら閉じていきます。一番今端の目ですね、もうそのまま上に上がっていく感じで同じ糸でしていきます。同じような感じですね。目の2本のところに針を入れて、そして長編みの目のところで合わせるという風な感じで、ここは最初の鎖編み、目立ての鎖編みと、一番最後の長編みと鎖2目の段になるので、一目一目ずつ閉じやすいかなと思います。長編みも頭の目なので取りやすいと思います。同じように、バック口のところまでこのやり方で編んでいきます。こっち側も長編みの頭のところで確認しながら、綺麗にいい感じにですね閉じていけばいいと思います。最後のところまで来ました。最後の段32段編んだ糸をですねそのまま残しているので、そこのところまでですね、その残した糸でバック口の縁を編もうと思うので、ここはとりあえず脇の部分を最後まで閉じ合わせるという感じですね。最後の鎖編みのところですね、最後の鎖編みのところまでで一旦こちら側はここで糸を切ってちょっと抜いておきますね。糸始末は後でします。はい、そしてこの止めて途中止めていた編み糸ですね、その糸でまた、バック口を編んでいきます。一旦表側に返して表側から編んでいきます。残しておいた糸ですね、それから、鎖を一つして、その真下の目に細編みをして、ここから1段目が始まります。マーカーをつけておきます。そして鎖を一つして、この側で
入れます。そして鎖編みを2つしてまた側で入れます。鎖編み2つして側で入れる。はい、この編み方で、全部で5段ですね、編んでいきました。バック口の縁編みですね。はい、これでぐるっと1周編みます。1段目最後のとこです。はい、一番最後のスペースのところに細編みをして、最後は鎖を1つだけして、最初のところにマーカーを外して引き抜きます。そして鎖を1つして2段目ですね。2段目の細編み、はい、でここ2段目の始めになりますのでマーカーをつけておきます。そして鎖編みを1つして前段の、細編みの次のですね、鎖編み2つのスペース、そこに細編みを編みます。そして鎖編みを2つですねして前段の鎖編み2つのところに側で細編みを編み入れる。編み方は同じです。前段の鎖編み2つのところに細編みを編む。編み始めと編み終わりのところが鎖を1つにする。この編み方の5段目ですね。5段目で最後なんですけど、ループをちょっと作りたいので、ちょうど真ん中あたりですね、だいたいこの四角のところが8ぐらいの上ですね、ちょうどそこら辺真ん中だったので、はい、で細編みを編んでるところからですね、鎖編みを、結局10目しました。このループはつける人はつける、つけない人はもうつけなくてもいいと思います。はい、で大きさもですね、私の場合ちょっと編んだので大きめにしました。なのでこの辺は、それぞれで調整されてください。はい、で結局10目編んでですね、最初の細編みをしてるその細編みの目に引き抜きました。はい、そしてまた同じようにですね、この編み方を続けますね。はい、こんな感じでつけようと思いますので、で引き抜いた後は鎖編み2つですね。そして次のスペースのところに側で細編みで鎖編み2つ、はい、これでもう一周この段も最後まで編んでいきます。はい、5段目の一番最後のところに来ました。はい、最後のスペース細編みを編んで鎖編みをして、そして最初の立ち上がりの目のとこですね、そこに針を入れて引き抜きます。はい、これで縁編みの出来上がりです。はい、こんな感じですね。はい、マーカーを外してこのループに通すボタンのようなものをちょっとかわいい花のモチーフを編みます。縁編みの最後の糸ですね、このまま紐を編もうかなと思ったんですけど、紐はまた別の形にするので一旦ここはもうここで切って始末をします。切っておきますね。はい、抜いておきます。それではキラリの糸1本でボタンを編みます。指にクリッとかけて1周かけて、そしてその中に針を入れて、ちょっと左手でですね交わるところをちょっと固定して糸を引き抜きます。で鎖編みを1つして、そして細編みをこの
作った輪の中に編みます。ここでですねマーカーをつけていた方がいいです。ここですね、これ一番最初の細編みになります。はい、そして鎖編みを3つして長編みをこの作った輪の中に編んでいきます。はい、長編み、そしてもう一つ続けて長編みをこの作った輪の中に編んでいきます。そして鎖編みを3つします。はい、そしてこの作った輪の中に細編みです。これで花びらが1つできました。この編み方を、あと4回ですね。花びら5枚の花を作ります。なので鎖編みをまた3つして長編みを編んで、もう一つ長編みを編んで、そして鎖編みを3つして、そして輪の中に細編みを編む。はい、この繰り返しですね。もうこの1周で出来上がりです。完成ですので、割と簡単に可愛くできると思います。はい、そしてこれ5枚目のもう最後の花びらの今長編みが終わって鎖編みを3つして最後ですね細編みをして、はい、ここで一番最初の編み始めのですねマーカーをしてたら分かりやすかったと思うんですけど、そこに針を入れて、はい、引き抜きます。で後ろ側にですねこの輪を作った糸ですね、この糸を引っ張って、はい、そしたらキュッと縮まってよくわからないけど花びらのような形になるので、はい、でこの最後の糸は糸を切って糸始末をして、最初の糸この糸に針を通して縫い付けようかなと思います。はい、一旦こちら切ります。そして糸始末をして、ボタンとしてつけていきます。はい、それではこの最後の編み糸ですね、最後の編み糸を切ったところですね、ここにその糸に針を通して、そして裏側の面のですねそのあたりの編み地の中に糸をちょっと通してですね、そして糸を切ります。そして今度は縫い付けていくので、最初の編み始めの輪の方にある糸ですね、そちら側の糸に針を通して、そしてちょっとね私はもうわざと上の方につけました。上にポコってこう出てる感じが可愛いかなと思って、はい、そこはもうお好みでですね編み地の方に横に見えた方がいい方はもうちょっと下につければいいと思います。私はちょっとこうガマ口のなんかガマ口みたいにですねちょっとこうポコって出したかったので上の方につけました。もうこれは普通のボタン付けのようにですね
23回こう生地と通して、あとはその辺の周りにですね、してもう糸を切りました。こんな感じですね。なんかやっぱりちょっとね、留めがいるかなと思って口が開いてしまうのでですねこんな感じに可愛いかなと思います。そしてこちらの縁編みの最後の糸もですね、針を通して、チェーンステッチみたいな感じでですね、糸を通して、そして裏側の編み地の裏側の面にですね、くぐらせて、生地の中にくぐらせて糸始末をしていきます。このバッグを裏返して、その他のですね、糸の始末もしていきます。同じようにもう裏側の面の中にですね、こうほどけてこないようにくぐらせて糸を切るというやり方です。これで全部ですねやっていきます。糸始末も終わり、こんな感じでできました。あとは持ち手の紐を編んでいくんですけど、レースヤンの方がもうなくなってしまったので、私ちょっと他のものを何か編んでたんですよね。だからちょっと足りなくなってしまったので、こちらのキラリだけの糸ですね、これを2本取りにして鎖編みを1本、だいたい60センチぐらいの鎖編みを1本編んで、それを巾着みたいにこう通してですね、そして持ち手にしようかなと思います。なので今これ鎖編みですね。鎖編みをキラリの2本取りで7号針で編んでいます。だいたい90目ぐらいで、60センチちょっと超えるぐらいの感じになりましたので、それでいいかなと思いました。目数というよりは長さですね、60センチぐらいでいいと思います。そして、今こう編んだのでですね、あと通していくんですけど、ちょうどここの角ですね、角のところを挟んで、鎖の2目の穴がですね2つできてというふうに思いました。この端から2つ目のところから出てきて2つ飛ばしてまた穴に入れるっていうふうにしたいので、2つ3つ4つ目ですね、一番端から4つ目のところの反対側内側から通します。上から2段目の端から4つ目ですね、そのスペースですね、そこに通して、そして次は長編みを1つ次のところに表から裏に入れて、そしてまた内側から外側に出して、ここで一番端になるので、ここでですね2つ飛ばして3つ目、ちょうどそこが角をまたぐ形になるんですけど、だから反対側もこれで4つ目ですよね。これでいいです。ここだけちょっと広がってしまうので、そこだけこう
巾着みたいにちょっと端だけ絞る形になんか可愛いかなと思ってそういう風にします。はい。そして今度反対側もですね、もうちょっとこう引っ張ってそこが持ち手になるのでこうちょっと飛ばしてですね、反対側も、角のところから端のところから4つ目の、上から2段目の、鎖2目のスペースですね、4つ目のそこにまず内側から通して、そう4つ目そうですね、4つ目に通して、で表から裏で内側から外側、はい、でここでそのスペースを四角を2つですね飛ばして、3つ目のところから表から裏に入れて、でまた内側から裏表で表から内側、はい、これでいいです。そしてこれを、最後ここをですね、この鎖編みをつなぐんですよね。編みかけのままにそのままにしてた状態だったので、はい、そこに針を入れてですね、そして最初の編み始めの鎖編みですね、そこにつなぎます。はい、つなげたいですね。それで最初の鎖の最初の目に今引き抜きを一つして鎖編みをしました。そしてなんか持ち手だしね、これだけで大丈夫なのか気になるところなんですけれども、一旦これでここはですね、はい、糸を切って結ぼうかなと思います。はい、糸を切ってそして鎖を一つ編んでる状態ですね。そこで抜きますね、糸をね。はい。で糸を鎖を一つしてまた糸を抜きました。はい。そしてもうこの糸をですね、結びます。なんか不安なのでちょっとね正しいやり方ではないと思うんですけど、はい。そしてこの鎖編みの中にちょっとこう長めにですねくぐらせて糸を閉じていきます。このギリギリのところをね切るっていうのが私がなんかできないのではい、糸の始末をします。閉じ針にですね糸を通して、そしてこのもう鎖編みの中にねくぐらしていくんですけれども、この鎖編みの目の中にですねぐりぐりぐりと通していきました。両方向にですね、初めの糸と最後の糸ですね、両方向にくぐらせて糸を切りました。はい、だいたいこんな感じで横がねちょこっとだけこう絞られる感じになりました。でボタンもこんな感じでですね、これはもうつけてもつけなくてもお好みでですね。そしてこの、ちょうど紐のつないでる部分ですね、そこがこのバッグの内側のですね縁編みのところに
来るところまで下げて、ちょっと調節しました。はい、こんな感じでできました。サイズを測ります。横が22センチぐらいですかね。はい。横が23センチかな。23センチですね。はい、23センチですね。そして縦の深さが18センチですかね。そして持ち手の長さが何センチだろう、24センチ5センチぐらいの感じです。はい、完成しました。めっちゃ可愛いんですけど、キラキラ光ってて、これがちゃんと映るかどうかわかんないんですけど、もう残りはこれだけで、はい、あと全部でもこの紐でですね、何度かやり直しして糸捨ててしまったりもしてるので、全然余裕で一玉でできると思います。レースヤンの方もですね、同じメーター数だったので大丈夫だとは思います。本当にキラキラしてて可愛いんですよね。浴衣なんかの時にちょっと若い人こんなの持ってたらちょっとなんか可愛いかなって思いましたね。200円ぐらいでできるので、そういうちょっとおしゃれを楽しむ時にはなんか遊び心があっていいかなと思います。実際の使い勝手としてはですね、ちょっとやっぱり伸びるんですよね。はい、伸びるところが可愛いといえば可愛いんですけど、この紐をですね、持ち手の紐半分にして、ちょっとそこの縛られてるところを伸ばせばですね、そこの真ん中のボタンはそのままでも、財布とか携帯とかなら入るかなという感じですね。でループのボタンを外すともう割と大きいので、はい、ちょっとしたものは入ります。はい、そしてこれやっぱり実際に荷物を入れるとどれくらい伸びるかっていうことでちょっとやってみますね。あと中にですね、巾着白のこれ用のものではないんですけど、巾着をですね入れて持ってもねいいかなとは思います。白の生地だとさらになんかシルバーの光が増す感じがしました。はい、こんな感じでちょっと入れてみてですね。はい、これ巾着の中に携帯と財布とですね入れている状態です。やっぱりちょっとビローンとね下がってしまいますね。それが可愛いということだったらいいんですけど、はい、でこれ巾着を抜いた分ですね、中がやっぱり結構透けてはきます。でもこの透け透けがね可愛いっていうこともありますからね。巾着のようなこのサイズと同じような裏地で作って、それをこの入り口の縁編みのところに縫い付けるということをすればこんな風に伸びることはないかなとは思います。それとですね、私の最初の予定ではこの持ち手は、100均さんでシルバーみたいななんかチェーンみたいなキラキラしたのが持ち手があったので、それをつけようと思ってたんですけど、私は手に入れることができなかったので、お持ちの方はそういうので合わせられても可愛いかなとも思います。何かの参考になれば嬉しいです。
最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。